皆さんこんにちは。ミクリアルジャパニーズのミクです。今日も3ポッドキャストの時間です。今私は京都の哲学の道というところを歩いています。これから入る銀閣寺というお寺はわびさびの原点だと言われています。原点っていうのは簡単に言うと始まったところという意味です。わびさびが始まったところですね。皆さん、わびさびって何か知っていますか？皆さんは日本の美しさは何？と聞かれたら何と答えますか？きっと富士山や日本の自然、お寺などが思い浮かぶ人が多いんじゃないでしょうか。今日は日本の美しさについてシェアしたいと思います。それぞれの国にそれぞれの美しさがあるように、日本にも日本特有の美しさがあるんです。何かを美しいと感じる定義や美しさに関する意識のことを美意識と言います。わびさびは日本の特別な美意識です。わびさびについて説明すると、わびさびはわびとさびの2つの言葉からできています。わびは質素という意味です。質素はシンプルで無駄がないものということです。だから例えば質素な生活というと、あまりお金を使わないで節約しながら生活するという意味になります。お金を使わないようにすると聞くと、ちょっとネガティブなイメージを感じるかもしれないけど、物をあまり持ちすぎないで、今あるものを大切に使うというポジティブな考え方もできます。それから、さびは寂しいのさびです。これは皆さんもわかりますよね。静かで一人ぼっちで寂しいというイメージです。この2つをまとめると、わびさびは質素で静かという意味になります。でも、質素で静かなものが美しいと言われても、ちょっとわかりにくいですよね。では、少しだけ言い方を変えて、不完全という言葉にしてみましょう。不完全は完全じゃないという意味です。完全は完璧と意味が似ているので、不完全は完璧じゃないという意味です。つまり、完璧じゃないものが美しいということです。キラキラしていたり、たくさんの飾りがついていたり、カラフルなものも美しいと思われることが多いですが、日本のわびさびの美しさはそうじゃないんです。時間が経って古くなったり、何かが足りなかったりしても、そこに寂しさがあって美しいと考えるんです。普通、物が古くなったり壊れたりしたら、もういらないものとか捨てるという考えが生まれると思います。新しいものに魅力を感じて足りないと思ったら、何か新しく追加したくなるのが人間です。でも日本のわびさびの美意識では、そんな足りない状態がちょっと寂しくて不完全で美しいものだと考えます。ちょっとだけ分かってきましたか？京都には銀閣寺だけじゃなくて金閣寺というお寺があります。金閣寺は名前の通り金色で、壁のところに金が使われています。キラキラしていて綺麗ですよね。でも銀閣寺は銀色でもないし、銀が使われているわけでもないです。金閣寺に比べて地味だと言われることもよくあります。でも銀閣寺はこのわびさびや日本の美意識の象徴だと思います。わびさびを感じたい人はぜひ銀閣寺に行ってみてください。このわびさびという美意識は日本文化にすごく影響を与えました。わびさびについてもっとよくわかるように、
いくつか紹介していきたいと思います。まずは茶道です。皆さん、茶道を知っていますか？普段日本ではお茶を飲むことが多くて、コンビニや自動販売機にも必ずお茶がありますよね。お茶は昔中国から日本に伝わってきました。そしてお客さんをおもてなしするためにお茶会というものが始まったんです。昔はお茶はお金持ちの人しか飲めないすごく高級な飲み物でした。お客さんのために豪華な料理を用意して楽しく話しながらお茶を飲むのが昔のお茶会のやり方だったんです。だからお茶会の部屋には綺麗な飾りをしたり、お茶を飲むときに使う道具も高くて派手なものを使っていました。それからお茶会はだんだん庶民、つまり普通の生活をしている人たちにも伝わっていきました。そして少しずつわびさびの影響を受けて、静かにお茶を飲む今の茶道のスタイルに変わっていったんです。茶道の部屋は小さくて飾りの少ない地味な部屋を使うようになりました。そしてお茶を入れる人は飲んでくれる人に最高のおもてなしをして、お茶を飲む人はお茶を入れてくれる人に感謝をしながらお茶を飲みます。空間や道具が質素だからこそ、お茶の本当の味や自分の気持ちやその人との時間に集中できるすごく素敵な考え方だと思います。では次に日本の庭についてお話しします。皆さん、庭と聞くとどんな場所をイメージしますか？木や花がたくさんあって明るくて賑やかなイメージがありませんか？では、日本の庭はどうですか？日本の伝統的な庭のことを日本庭園と呼びます。日本庭園にはいろいろな種類がありますが、特に枯山水という種類の日本庭園がわびさびをよく表現しています。枯山水は水のない庭に石や砂を使って水の流れを表現する庭のことです。日本に来たことがある人は一度は見たことがあるんじゃないでしょうか。枯山水は直接庭を歩くことはできません。ちょっと離れた場所から見て静かで何もない空間を楽しむものです。枯山水はいろいろな形の石と白い砂を使って川や山などの自然を表現するデザインが多いです。見る人によって自由に考えられるようにできるだけシンプルに作られているとも言われています。よく枯山水の石には苔という古い木や石につく植物がついています。普通は庭を掃除するときに古い苔を取ってしまうこともありますが、苔も時間の流れを表す美しいものなので、あえてそのままにしてあります。あとはカラフルな花がないのも枯山水の特徴です。枯山水は見て楽しむだけのものじゃなくて、シンプルな石や砂を見ながら自分自身と向き合うものだと言われています。さっきの茶道とも少し似ていませんか？カラフルで派手なものも美しいですが、シンプルで質素なものを眺めながら自分に集中するというわびさびの美意識が分かってきましたか？それから生け花という文化にもわびさびの文化が影響しています。生け花は花瓶に季節の花や草を挿して一つの作品を作るものです。昔は神様のために生け花をしていましたが、今ではデパートやホテルでも見ることができます。皆さんも知っているように、欧米のフラワーアレンジメントはどんどん花を足していって大きく豪華にするのが特徴です。日本の生け花はそんな華やかなイメージとはちょっと違います。生け花では花を長さや角度によって美しく見せるのが大事です。その花や
草が持っている美しさを活かせるように花を生けます。見る人によって美しいとか寂しいとかそれぞれ違う気持ちを感じられるのがシンプルな生け花の特徴です。でも生け花には流派といって様々なスタイルがあります。シンプルなスタイルの流派もあれば派手なスタイルもあります。では最後に日本人の生活の中で身近なわびさびについて話したいと思います。日本は春になると桜が咲くことで有名ですよね。毎年世界中からたくさんの人が日本に桜を見に来てくれます。普通花は満開、つまり一番大きくて綺麗に咲いている時を見たいですよね。咲き終わった花は散って地面に落ちちゃうし、色もだんだん変わっていってしまいます。でも日本のわびさびの考え方では、花が散る姿こそ美しいと考えるんです。特に桜は風が吹いた時に花びらが舞って雪みたいにも見えます。地面に落ちた桜の花でも地面がピンク色の絨毯みたいにも見えます。川や水たまりの上に浮いている桜も水にゆらゆらと揺れて美しいです。咲き終わってバラバラになった桜を見ると少し寂しい気持ちにもなります。自分の人生の短さについて考える人もいるかもしれません。でも時間の流れを感じたり、自然が変化している姿を楽しんだりすることができます。これもわびさびです。桜が一番綺麗に咲いている時だけじゃなくて、咲き終わった後も美しさを感じることができるのは興味深いと思いませんか？今回は日本の美意識、わびさびについて紹介しました。足りない、完璧じゃないことが美しいというわびさびの意味を理解するのはちょっと難しいかもしれません。日本文化や日本の習慣や芸術についてもっと知っていけば、このわびさびの美意識が少しずつ分かってくると思います。皆さんの国の美しさの考え方にはどんなものがありますか？もしできたらコメントでシェアしてみてください。自分の国の文化や伝統について考えるいい機会になると思います。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またねー。